こんにちは、ミニマルです。今回は絵の練習をするときによく使われているポーズマニアックスというサイトを使ってドローイング練習を1ヶ月続けてみたら、果たしてどの程度絵が上達するかという検証をしていこうと思います。絵が上手くなりたいな、でも何を描いたらいいんだろうと漠然と考えている人はこれを見て、ぜひ自分でも試してみてください。新たな発見がありましたので、最後のまとめでお話しします。選ぶのはこちら30秒ドローイング。30秒で男女様々なポーズが切り替わります。フラッシュが表示されない場合は、こちらの保護されていない通信をクリック、許可を選び、リロードしてください。30秒ドローイングというメニューですが、このように90秒まで長さを選ぶことができます。私が選んだのはこの設定。なぜ90秒かというと、30秒だと早すぎて早書きが目的になり、絵が荒れてしまうからです。形をよく見て描き、反復練習をした上で絵が上達することが目的なので、少し長めの90秒を選びました。これでも間に合わない時もありますが、30秒よりはるかにマシな絵になると思います。私のルールは90秒設定で毎日10体、900秒なので1日15分、気軽に続けられる時間だと思います。では始めます。1セットを約15分の動画を1分に早回ししています。とはいえここから30分も見ていられないと思うので、10日後の絵を見たいときは10分後、いきなり1ヶ月後の結果を見たい場合は30分後に飼育バーを合わせてもらって構いません。ポーズマニアックスのサイトを見ながら紙に書いてもいいのですが、私はクリップスタジオペイントを使ってデジタルで書くことにしました。備忘録として毎日ツイッターに投稿していましたので、そのメモも同時に表示しています。最初は横に長いキャンバスを用意して1人描いては移動してとやっていましたが、キャンバスが足りなくなったり移動がタイムロスとあったりあまり良くなかったので、3日目からはモデルと同じ正方形のキャンバスを作り、事前に10枚のレイヤーを用意して90秒経ったらレイヤーを切り替えるという方法に落ち着きました。3日目くらいから時間配分が把握できてきましたが、余裕ができると細かい部分を描きたくなり、結果時間が足りなくなるという繰り返しでした。
指は情報量が多く、ちゃんと書こうとすると全く間に合いません。この数日後、手足を書くことを捨てた方がいいかもと思い始めます。10日続けたのでペースがつかめたと思いきや、その余裕感で書き込みが増えてしまって間に合わなくなるという繰り返しです。書ける線数はだいたい同じなので、一本一本の精度を上げるべきだと思われます。はい、ループしてます。
子供体型がたまに出てきますが、出現率がレアなので動揺してしまってうまく書けません。自信がないのでとにかく線をたくさん書いてごまかしていましたが、一発でバシッと決まる線を書きたいものです。2週間やってみて毎日の変化が少なくなってきた気がしました。
毎日漫然と練習していると上達しないと思ったので、その日の反省点を踏まえて自分自身に課題を出すことにしました。考えを整理するためにも Twitter に過程を投稿するのは有効でした。
20日目あたりから最初に薄く当たりを書くのをやめようと試みています。しかしすぐ挫折もしています。当たりは書いてもいい。
お腹の情報量が多くバランスを取るのに苦労しています。3つくらいのパーツに分けて考えるとうまくいきそうなので、それを念頭に置いてやっていきました。というわけで30日完走しました。いかがでしたでしょうか。90秒ドローイングを1ヶ月続けてみたら絵が上達するのか、結果はご覧の通りになります。上達してるかな。客観的にはなかなかなれないですが、自分的には少し上達したのではと思います。私はとにかく絵を描くことが苦手&億劫で、描き始めることにもとても腰が重くて時間がかかってしまうんですが、それもこれも自分の絵に自信がないからなんですね。それが90秒ドローイングを毎日続けることによって、いろんなポーズを時間内にとにかく描くというルーティンが生まれ、その慣れが絵を描くというハードルをかなり下げてくれたように感じます。絵を描くことを朝顔を洗うくらいのレベルまで習慣化できたといえば分かってもらえるでしょうか。うまく描けない、何を描こうなどと毎日思い悩んで結局何も描かないまま終わってしまった、そんな人にもおすすめの練習法だと思います。皆さんもぜひ試してみてください。今回の動画は以上です。このチャンネルでは主に漫画動画を配信していますが、時々このような実践動画、イラストメイキングなども配信していこうと思っています。この動画が少しでも役に立ったよという方は、ぜひ高評価、並びにチャンネル登録をよろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。それではまた。